こんにちは、TK キャンプです。2024年もいろんなところに何十泊もキャンプすることができました。そこで僕の今年行ってきた UL& ライトキャンプのレイアウトというか流れを紹介していきたいと思います。では行きましょう。まずはですね、サマヤのナノビビースタイルですね。はい。基本的にテントとかを使わず、こういう風にですね、シュラフカバーのようなものだけで眠るスタイルです。この日は、薪ストーブを一緒に担いでいったので、薪ストーブプラス風防プラスナノビビー箔というようなスタイルでした。意外とですね、こう風防の近くに薪ストーブを入れるとあったかいので、非常にですね、快適に冬でも眠ることができました。薪ストーブは、だいたい約1.5キロから2キロのものを使ってます。そうすることによって、ローキャンプでも全然持っていくことができましたね。これからの冬も使えそうです。こちらが第1弾、ビビーと薪ストーブスタイルでした。ちなみに、このスタイルだと、笠木キャンプ場で、ネイタルデザインワークスのシュラフカバーでも同じようなことをしました。ただ、このシュラフカバーは耐熱性なので、結構結露というか、外側は雨ですごいしっとりしたんですけど、中はぬくぬくだったので、この日も8度ぐらいまで下がったんですけど、問題なくいけましたね。非常に野営感あるスタイルなので、僕はたまにこのスタイルがしたくなります。はい。入るときってどんな感じかっていうと、普通に寝袋に入るような状態なので、普通にこうやってですね、インして入ってきます。やっぱり周りの皆さんからすると、テントなしで眠るんですかみたいなことよく言われるんですけど、中に入ってしまえば、実はテント以上に暖かかったりするんですよね。はい。この日はズックの風防も使ってますので、風対策もしっかりして、中はエンライトイクイプメントのマイナス1度対応の河川キルトを使うことによって、全然暖かく眠ることができました。はい。目覚めた時とか、本当に星空が目に入ってくる瞬間とか、すっごい綺麗だったりするので、やったことない方も一回はお勧めしておきます。はい。こんな感じで、もぞもぞしながら、はい。一日過ごしてますので、ちょっとびっくりするかもしれないですね。山の上マウンテンギアというアメリカのガレージブランドから出ているタープのご紹介です。これすごく軽量でして、ビビーと合わせても、700g とか 800g ぐらいで収まるんですよね。で、非常に使い勝手がいいので、秋から冬、夏もシーズン問わず活躍しました。素材は第2マでできているタープになってます。第2マということもあるので、雨もすごく弾いてですね、中も非常にあったかい、素材になってます。で、これは冬に兵庫県でキャンプした様子になってるんですけど、こういうふうにですね、長辺を入り口にすることもできますし、短辺を開けて、跳ね上げて、活動することもできるので、非常に面白いタープでした。でこの日、薪ストーブ初めて使ったのが、ベコベコにしてしまってですね、これちょっと折れ曲がってしまったという、そんな時のキャンプになってますね。ちなみに、薪ストはウィンダーウェルのものを使用してて、これで 998g とかなんですよ。めちゃくちゃ軽くてですね、折りたたみもできてコンパクトなので、ソロキャンプでも全然使えました。で、こちらは冬キャンプの様子ですね。はい、ツックの人膜を使っています。薪ストーブはワイルドウエストというところで約 1.5 キロ、もろもろ込みで2キロぐらいになってるかと思います。この日はマイナス10度ぐらいだったんですが、非常に暖かく過ごすことができました。ちょっと中にインするのは難しいと思うので、外側に置いてるんですが、テントと人膜の間に入れることによって、暖かく過ごすことができました。はい。実際タープワークだったんですが、設置も問題なく過ごすことができましたね。で、温まるプラス調理もできるので、こういう風にクッカーを上に置けばお湯も十分沸かせましたので、非常に使い勝手良かったです。ただ、やっぱりテントインじゃないと結構近づかないとあったかくないので、ギリギリまで体を寄せてました。で、やっぱり雪っていうこともあるので、アルストを使って調理してましたね。ちなみに燃料は、消毒用のアルコールを使ってます。はい。公共交通機関だと今のところそれが禁じられてないので、そっちを使ってますね。はい。冬なんですけど、ラーメンを食べることができました。はい。でこちらが薪ストにですね、ダウンパンツが触れてしまって穴が開いてしまったという状況になってます。皆さん、ぜひご注意いただければと思います。で、このタープの山の上マウンテンギアは、ビビーとセットで購入したんですが、メッシュビビーということで非常に使い勝手が良かったんですよね。これ夏の様子なんですが、冬の雪中キャンプにも使えて、夏にも使えてということで、汎用性が高くてですね、非常に重宝しました。1キロを切るということで、インナーが入っても非常に軽量なのと、
非常に強靭なので安心感がありましたね。ただどうしても第2話なので、かなりかさばるはかさばるということで、それはちょっとしょうがないところになります。その代わり雨には最強なので、この日かなりの豪雨だったんですけど、雨の浸水とかもないですし、見事に弾いてくれたので、雨に関してはすごく安心感のあるテントだなと思いました。2ポールというところが若干めんどくさいんですが、慣れてしまえばこんな風に撤収もすごく簡単なので、非常に今でも愛用しているテントの一つになってますね。この日はかなりの雷雨だったので、すごい焦ってました。ちなみに次のテントはサマヤのラディカルワンです。自立型のテントで 700g を切るんですよね。ですので、設置場所がどんな路面かわからないっていう時は、迷わずこいつを使ってましたね。全国の日本一周した時も愛用しました。とにかく自立型っていうことで、ペグが刺さらない時でも使えるっていう安心感と、非常に強靭な素材のおかげで、暴風雨とかにもすごく強いんですよね。誤ってポールを折ってしまったことは過去何回かあったんですけど、使い方に慣れてしまえば非常に優れたテントだと思います。しかも特殊素材で透湿性もあるので、結露もすごくしづらいんですよね。ネックは2つあって、1つ目はものすごい高いっていうことと、2つ目は180センチの僕では狭すぎるってことなんですよね。頭と足がついてしまうので、ちょっとそのあたり快適性は皆無になります。ですので雨が降ってしまったりすると、本当にかなり行動が制限されるんですよね。ですから、180センチ以下、言ってしまえば170以下の方だったら快適にも使えて軽量で強靭なテントなので、非常に素晴らしいテントと言えるんじゃないでしょうか。はい。で、もともとやっぱり山用のテントなので、立山とかに持って行った時はすごく映えましたね。白いテントっていうのもすごく珍しいので、見つけやすかったです。内部はこんな感じですね。本当にもう必要最低限のものしかありません。ですから、キャンプベースに使うときは、これはローカスギアのタープを使ってるんですけど、タープとセットで使うと、非常に使いやすいんじゃないかなと思います。こんな形で、長辺が開くような構造ですので、こんな感じでですね、ちょっと前室が少しでもタープで作れれば、非常にですね、活動範囲も広がって、雨でも使える、すごくいいテントなんじゃないかなと思っています。ちなみに、こちらは石川県能登島にあるキャンプ場での様子になってます。はい。で、タープだけ使うとこんな感じですね。はい。ビビとタープの組み合わせもいいんじゃないかなと思います。活動はこんな感じで過ごしてました。はい。で、一瞬だけDOD のハンモックっていうのも今回使ってみました。で、1回使ってそれ以上使ってないので、またこいつが日の目を見るのかがちょっとあれなんですけど、こんなハンモックデビューもした年でした。で、ちなみにですね、和歌山の無人島キャンプなんかも夏したんですよね。で、これはもう UL キャンプで行こうと思って、もうこのライトへのタープ泊をしました。必要最低限のもので、真夏だったんで、すっごい暑くてですね、蚊にも襲われたんですが、なんかワイルド感あって非常に楽しいキャンプでしたね。焚き火台は、雑誌の付録、ビーパルについてたもので、この日は過ごしました。はい、1回の使用でですね、実はちょっと壊れてしまったので、もう使うことができないんですが、非常に楽しい UL キャンプでしたね。はい。で、和歌山県のキャンプ場になってます。もう朝日もすっごい綺麗でした。で、こちらライトウェイのタープなんですが、116g と非常に軽量なんですよね。で、素材は DCF 第2マになっていて、非常に珍しい鴨柄なんですよね。この柄がすごく気に入りました。で、難点としては、あんまりこのガイラインを引くポイントがなくてですね、軽すぎることによって風で結構煽られちゃうんですよね。もう少し重くなってもいいんで、ガイラインのポイントはあった方がいいなっていうのはすごく思いました。その分、風が少ないところとかは本当に軽くて最強です。縦が270センチぐらいあるので、非常にゆったりと使うことができます。横は120、30ぐらいしかなかったと思いますので、非常にですね、本当ソロでギリギリ、ハンモックでも使えるかなっていうような、そんなかなり振り切った UL たっぷりになってます。でも本当にですね、この野営感も出ますし、一人でタープワークする分には十分な広さなので、タープを一応持っていこうかっていう時はもう 120g ぐらいの非常に軽いタープなので、持っていくこともできるので、そういう意味ではすごく重宝してるかなと思います。ちょっと強風のとこだけ使うのがですね、音がすごいするので、あとすごい揺らめくので、使うのにちょっと躊躇するんですが、そこを除けばいいタープだと思います。で、そのタープが気に入ったので、同じメーカーのライトウェイの
このテントを買いました。3人用の DCF 第2話のテントになってます。ライトウェイはですね、人数が1人用、2人用、3人用、4人用と、同じ型でありまして、素材もシルナイロン、第2話。第2話の中でも、この少し薄い、この迷彩柄も置いてあったりとですね、いろんな形、種類、サイズを用途によって変えることができます。で、この3人用はどちらかというとキャンプベースでゆったりと快適なものが欲しいなと思って買いました。で、ポイントは両側が開くので、夏場とか使いやすいんですよね。で、ちょっとたまには快適なキャンプしたいなっていう時はすごくいいなと思ってます。これちょっとノーハンドルクッカーをですね、ポットリフターを使ってやろうと思ったらこぼしてしまったというかなり悲しい動画になってます。パスタがですね、救助することができず、全部ひっくり返してしまったと。そんな状態になってますね。で非常にですね、広くてですね、雨にもすごく対応しやすいので、ちょっと快適なキャンプしたいなっていう時は持ってってます。で、ガイラインを引くポイントもかなりあるので、風が強い時とかは、ペグダウンしてあげれば、風にも耐えることができます。で、逆に言うと、ペグダウンしないと、こういう風に風にめっちゃ揺られるので、とにかく音がすごいんですよ、第2話のテントって。なので、ガイラインはしっかり張ってあげないといけないかなっていうふうには思います。ただ、張ると、張り姿は結構かっこいいですし、なかなか見ない迷彩柄の第2話のテントなので、注目度っていうのもすごい高かったんじゃないかなと思います。はい。ちょっと快適に広々と、ライトキャンプしたいなっていう時は、こいつを使ってますね。高さ160センチぐらいなので、本当にいつも使ってる、カツカツの UL テントに比べるとかなり開放感あります。夏場とかは、タープの代わりとかも使いましたね。二股化してあげたりすると、中もだいぶ広くなるので、雨でも問題なくおこもりキャンプができました。雨用のテントといっても、過言ではないテントになってますね。僕のラインナップの中では。焚き火台は、ソロバーファイヤーをよく使いました。やっぱこれももう名品だと思いますね。200g を切るチタンの焚き火台。本当によく燃えるんですよね。で、薪を切らなくていいということもあるので、ノコギリを持っていかなくていいっていうのもすごく気に入りました。ただ風に弱いっていうところですね。で、これは笠木キャンプ場で、中にビビーをインした状態になってます。で、焚き火台、逆に今度こっちは、ミニ、ファイヤーブックチタンミニですね。これは 186g ぐらいの、こちらも UL 焚き火台になってます。コンパクトなので非常に使い勝手がいいですよね。で、アルストのこの台としても使えるので、非常にですね、最近はよく使ってます。はい、ちょうどこの FD ストーブとの高さがバッチリで、すごい寒くなってきてもバッチリ使えるんですよね。で、このチタンレフター汎用の風防があるので、それと一緒にこのミニを使うことによって、テーブルも広く使えたりして、朝のご飯を作るのがですね、非常に快適になりました。この組み合わせすごいおすすめですね。そして次はハイパーライトマウンテンギアが出した初めてのビビ、スプラッシュビビですね。これも最近購入してすごく気に入ってます。こちらも、通常タイプとロングタイプがあって、ロングタイプが約 180g ぐらいになってます。僕は180センチなので、ロングタイプを使ってます。で、やっぱりすごく軽い蚊帳というような感じですね。単体でも使えますし、180g ということなので、さっきのようにワンポールテントの中に使ってもいいですし、こういうふうにハイパーライトマウンテンギアのタープと一緒に使っても、すごくですね、軽く済むので、とっても重宝してます。ちょっと歩いて、長い距離を歩きたいなとか、登山できたいなっていう時は、こちらが 180g で、タープが 300g としたら、500g を切った上でタープが使えるので、かなり快適なんですよね。ですので、非常にですね、これから使用頻度増えるんじゃないかなと思っています。で、眠るのはもう本当大人一人用っていう形なので、中で過ごすっていうことはちょっとしづらいと思います。はい、ただこのフロアの高さもすごくあるので、雨も安心かなと思います。エアマットを入れるとこんな感じ。エアマットはラブのR 値 4.3 ぐらいのものを使ってます。あれで 340g とかなので、非常に軽量なんですよね。ただ1回使って穴が開いてしまったので、エアマット対策は別にしなきゃいけないと思います。はい。こんな感じですね。タープの使い方によっては幅も広がると思います。これはライトウェイの先ほどご紹介したタープと組み合わせた様子。ちょうどサイズ感これぴったりなので、これがすごくいいなと思いましたね。これでタープが 120g、こいつのビビが 180g なので、約 300g を切る寝床セットがこれできるということでですね、もう本当 UL スタイルかなと思います。で、これは気温がだいたい10度ぐらいだったんですけど、エンライトエクイプメントの河川キルトと
ラブのエアマットを使ってぐっすり眠ることができました。おそらくビビで一見寒そうに見えるかもしれないんですけど、このナイロンの素材がですね、思ったよりあったかいんですよね。ですので、結構ですね、冬でもいけるんじゃないかなと思うので、バシバシ使っていこうと思います。頭の部分だけメッシュなので、ここだけビビをまたインするのか、シュラフカバーを使うのかっていうのはちょっと考えどころなんですけど、いいかなと思います。一回琵琶湖で単体で使ったこともあります。ただやっぱ強風とかだとですね、すっごいバタバタするので、これは何かタープとかで A フレームとかにして保護してあげた方がいいかなと思いました。この日はもう本当に単体だけでやってみようと思ってですね、単体で過ごしています。はい、単体だともう約 180g なので、非常に軽くていいんじゃないかなと思います。で、しももう一瞬ですね。はい。次はハンモックスタイルですね。先ほどのライトウェイのタープと、ハンモックは深大寺マウンテンワークスのハンモックを使ってます。時期は秋になってますね。だいたい10度前後を想定した内容になってます。ハンモックはいろんなものを吊り下げることができるので、地面に物を置かなくていいのもいいですよね。で、またこの、深大寺マウンテンワークスのハンモックも合成が高くてですね、40デニールぐらいあるんですよ。なので非常に素材がしっかりしてて、ハンモック初心者の僕もすごく使いやすかったです。で、この日すごい雨が降ったんですけど、なんとかかんとかこのタープの中に押し込んで雨をやり過ごすことができました。やっぱりなんか雰囲気がすごいいいですよね。森の中のやっぱハンモックってすごく入るなという感じです。で、またハンモックって僕あんまり使ったことなかったんですけど、チェアとして使ってもめちゃくちゃ座り心地いいので、これからハマりそうです。最後は一番この紹介してきたスタイルの中では重量があるライトキャンプスタイルですね。ヒルバーグのウナになります。重量はだいたい約2キロぐらいです。ただ非常に中が快適なんですよね。あぐらをかいて座れる頭の高さと、バックパックとか全然中に入れるスペースがあるので、悪天候とかでもこもるのに全然問題ないです。しかもダブルウォールなので、前室とかもかなり広く取れてるんですよね。本当に優秀なテントだと思います。真冬の時とかもこうやって暖を取って温まってました。はい。2キロということと、サイズ感がちょっとかさばるということで、あんまり使ってはないんですけど、もし車でのキャンプがあるとしたら、僕は間違いなくこいつを使いたいなっていうぐらい、非常に隙のない完璧なテントだと思います。ということで、今回2024年に使ってきた僕のキャンプスタイル特集でした。何か一つでも気に入るものがあれば嬉しいです。これ気になるとかあったらコメント欄お願いします。それでは今回の動画が少しでも楽しかったなって思っていただけましたら大変お手数かと存じますが、チャンネル登録、高評価、コメントなどいただけますと大変幸いでございます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた。